So I speak a little bit and I introduce you, Mika. はい。それか、ケンさん喋れる？はい、どうも皆さんおはようございます。ようこそミカさんのワークショップへ。私たちの長い間の友達で、友達です、丸。はい、今日、ミカさんのみんなに紹介できることをすごい大変楽しみにしています。はい。私もちょっと喋ろうかな。ミカと私たちはどれぐらい友人なんだ？もう2016年なんで6年目6年ぐらいになって、いろんなワークショップでご一緒したり、一緒に旅行したりとか、お家に泊めてもらったりとかしたんだけども、私がミカと一緒にワークをしているときに、で、しかも2019年には、ロキシーとクリスティンと一緒に日本に来てくれて、で、ソーシャルジャスティス、社会正義についてのワークショップを、7日間のワークショップをファシリテートしてくれたんだけども、その中で、私がものすごくミカの行ったりやったりしたことでから受けたインスピレーションは、何があっても自分のパワーに立ち返ること、それからパワーがその社会の構造の中で今尊重されていない人のことを見逃さない、何かがあった時に必ずそこに何かがないのかなっていうことをずっと見続けている、なんかその命の尊厳に対するとても大きなコミットメントとパッションと、それのについてのなんかユーモア、あとなんか怒る力っていうのもあります。ミカは怒りを表現するのがものすごく上手で、私は彼女ほど素敵に怒る人を見たことがないんだけども、その後ろにものすごく大きな命、すべての命への愛があるなっていう、すべて私のニーズからの私の評価ですが、そういうふうに思っています。ミカの声と、ミカの表情と、ミカが話すことの後ろに流れているそういうものを、皆さんと分かち合えることをすごく嬉しく思っています。では、紹介します。ミカ、マニワさん、マニワミカさん。その前にちょっと、アナウンスがありまして、講師のミカに分かるように名前をローマ字表記にしていただきたいということと、耳だけ参加小グループに入らない人は名前の後に耳だけと書いてください。それからオーガナイザーチームの最初の、名前の最初に星印がついていて、困ったことがあれば主にスフィアにチャットください。そして、そのクラスの内容は、録画して YouTube にアップされますということです。失礼しました。では、ミカどうぞ。なんか、ものすごく緊張して照れてます。どうやって。ちょっと散歩の変な日本語でもうちょっと自己紹介したいんですが、メキシコ生まれでカナダ育ちで、両親は日本人でした。はい、もう亡くなりました。ので、そして、あんまりにも精神的に大切な言葉が探さないときに戸惑っちゃってスタックになっちゃうから、通訳をお願いし、通訳のことはすごく感謝してます。それで、I feel, 英語に、I'll switch over to English. I feel very humble, and part of me is wondering why I'm speaking to you, to 54 of you at this moment, because I believe that we can all learn from each other. とても謙虚な気持ちで、なぜ私が、皆さん54人の方々にお話をしているのかっていうのを考えていて、なぜかというと、私たちはお互いから学ぶことができると信じているからです。Yeah. And so I kind of selfishly
what my plan is that we explore how to lead a leaderful life together, because that's something that's that I'm preoccupied with right now. So I wanted to explore this together with you. で、身勝手ながらもですね、今晩探求したいのが、私たちが共にリーダーとして、リーダーにあふれる生活をするためにどんなことができるのか、これが私の今、興味を持っていることなので、それをみんなと探求したいと思っています。I love it when people's wisdom can come up, can emerge. And so I'll be asking you to either journal or talk in small groups. みんなの中から何かが出てくるっていうことを好んでいるので、このセッションの最中にみんながジャーナリングしてくれたり、小グループに分けたときに話してもらえたらと思っています。So please don't think of it as a lecture, but a co-exploration. なんでこれは講義と思わないで共に探求するという、時間として思ってもらえたらと思います。Thank you. I just retired from 25 years in an office where I felt very powerless. 私はですね、そのお仕事25年間働いていた職場から、引退したばかりで、その職場ではとても無力に感じていました。And every day I thought about how power works. で、毎日そのパワー、力っていうのがどのように働くかについて考え続けました。I wish that I could be in every small group so I could learn from all of you. で、みんなを小グループに分けたときに、すべての小グループに参加できたらみんなから学べるのにって思ってます。So the topic is how to heal internalized powerlessness as we engage in social change. で、テーマはですね、社会の変化に取り組むときに、自分の内在化してしまった無力感をどうやって癒すかっていうことです。And I don't have the answers. I have some ideas and I would love to hear yours. で、私には答えがないんだけれども、いくつか考えがあって、みんなの考えも聞きたいと思っています。So, I'd like to ask you to join a breakout group, or if you don't want to talk, you can do this silently in a journal. で、皆さんにですね、小グループに分かれてお話ししたいと思っていて、そしてもし、おしゃべりをしたくなかったら、静かに一人でジャーナルを、書いていただくことも可能です。So I'm going to ask you to think of a time you felt empowered. でですね、皆さんにお願いしたいのが、エンパワーされた時、自分の人生の中で自分に力がある、力をもらったって感じる時はどんな時なのか、エンパワーされた時はどんな時なのか。Describe the scene. What were people doing or saying that helped you to trust in yourself? その状況をですね、描写してほしいんです。で、周りの人がどんなことを言っていたり、どんな風景が見えたでしょう、自分に。それが、どういうことが自分を信頼する役に立ったでしょうか。I can give an example. When I decided to retire, I decided to write a letter to all my coworkers to tell them about how I experienced racism in the office. 例えばですね、実例を紹介したいんだけれども、自分が引退するっていうことを決めたときにですね、同僚全員宛てにその、メールを書いたんです。職場で人種差別を自分がどのように経験したかということについて書いたメールです。I saw it mostly because I'm light-skinned. I saw it mostly against other people, and I saw it for 25 years. 私はどちらかというと白い肌を持っているので、他の人に代わって戦ったんですね。で、25年間戦い続けました。And so how I felt in that moment of empowerment is I felt lighter. Like finally, after 25 years, I'm going to speak up. And so in my body, I just felt like they're at the core of me. I felt strong, and my shoulders and my lungs felt lighter.
で、エンパワーされた瞬間のことを思い出すとね、自分の体がとても軽く、その25年経った後でやっと声に出せるっていうことで、とても強く軽く感じたんです、体の中で。If it's hard for you to recall an experience, maybe you might have witnessed somebody, maybe you might have witnessed your child feel empowered. So if it's hard to think of yourself, you can think about someone else in their moment of empowerment. でもし、自分自身の状況を思い浮かべるのが難しかったら、自分以外の誰かが、そういう状況になっていたのを見たっていう光景の話をしてもらえたらいいです。例えば自分の子供とか、自分以外の誰かがそのエンパワーされたなっていう瞬間でも大丈夫です。And so if you can go into a breakout room and have about 15 minutes, if there's 3 of you, maybe 4 minutes or so for each person to speak and just take turns talking and listening. で、ブレイクアウトルームに入ってですね、1人につき3分ほど、過ごして、その話をしてもらえたらと思います。Yeah, I was thinking, yeah, 3 or 4 minutes each. 1人3分か4分ですね。And are we okay to go, Minaka-san or Sophia-san? みなちゃん、スフィア、そのグループに分けても大丈夫そうですか？ OK です。15分で大丈夫ですか？ Okay, はい。はい。では、ブレイクアウトルーム行きます。いってらっしゃい。All right, so we're all back. みんな戻ってきたかな？ So, how was that question for you? Were you able to recall a moment when you felt empowered to act, to speak? 今の質問、みんなにとってどうだったでしょうか？自分がそのエンパワー、力を得て、行動を起こしたり喋れるっていう、瞬間を思い出すことができたでしょうか？ If you did, I welcome you, invite you to write in the chat or say out loud how it felt for you in your body. もしそういう瞬間を思い出すことができたら、皆さんにお誘いしたいのが、チャットもしくは声に出してですね、体の中でその時どんな感じがしたのかっていうのを話してもらえたらと思います。See, I asked my friend this and she recalled a time when she was flying an airplane. 友達にこの話を聞いた時にですね、彼女は、飛行機を飛ばしていた時の話を思い出しました。And she just felt like she could make decisions, that there was possibilities, and most of all, presence. その飛行機を操縦してた時にですね、彼女は、決断をすることができて、可能性を感じて、そして、何よりもプレゼンス、今ここにいるという感覚。And later, it helped her overcome some fears about a decision she had to make. そして、後ほどですね、彼女が、人生の中で意思決定する必要があることについて、その恐れを手放す役に立ったと。Yeah. So yes, thank you for writing it in the chat. チャットに書いてくださってありがとうございます。Peace. しげちゃん読んでもらってもいい？はい。日本語でってことかしら。日本語で録画されてるから。はい。じゃあ読みますね。土井隆さんが、Body warms up, regenerating some energy to rise. 体が温かくなって、そのエネルギーがリジェネレート、再生されて戻ってきた、上がってきた。それから桜子、屋久島で大きな木に登ろうと提案されたとき、岩から飛んで川に飛び込もうと言われたとき、怖いと言ったら川にお祈りを送って
入っている。私たちは守られているよ。あなたには力があるから大丈夫と言われたこと。ともこさん、バラバラになっていた私のピースが体に戻ってきて、体に軸が通るようなくどっしりしっかりする感じ。とゴーシさん、息の詰まりがすっと抜けた感じがしました。Oh, these are wonderful. 素晴らしいです。ありがとうございます。Yeah, and so what are some elements that some elements of what it feels like to be empowered? It sounds like there needs to be a sense of trust. そのエンパワーされる力を得るっていう感覚はどんな感じなのか、どんな要素があるのか。で、その要素の一つは信頼が必要な感じがします。A sense that we're not alone in our 私 decision たちは making. 一人ではない、孤独ではないっていう感覚。A sense of movement forward and release. 前に進んでいく動き、そして解放される感覚。A sense of our power that we can affect change. そして変化を起こせるっていうパワーの感覚です。And so I invite you to anchor this in your body, to remember this experience because it lives in you. で、皆さんにお誘いしたいのが、この感覚、それ自分の中で感じたこの感覚をですね、覚えておいてほしいんです。再びそれを体験できるように。Because I believe we're born to experience this in the world, that our bodies feel good when we're empowered because we need to know we can impact our world. なぜかっていうと、その私たちはこれを体験するように生まれてきてると思うんですね。私たちは世界に影響を及ぼせるっていうことを知っておく必要があるからです。And when we can't do it, that our bodies also suffer. そしてそれができないときに私たちの体は苦しみます。And so the next question I'd like you to talk about in your breakout rooms でですね、 is 次にブレイクアウトルームで皆さんに話してほしい問いとして、who supported you in that moment when you felt empowered? その自分がエンパワーされた感じがしたときに誰があなたをサポートしてくれたでしょうか、応援してくれたでしょうか。If it was not just individuals, but was there a systemic support? それは個人のサポートだけじゃなくてですね、システム的なサポートもあったかもしれません。Like, were you in a place of leadership, in a position of power? あなたはリーダーシップの立場にいましたか？その時に権力、権威を持っている立場にいたでしょうか？ Did you have institutional support in your organization? 自分の組織の中でですね、制度的なサポートが何かあったでしょうか？ Did you have any cultural values or beliefs in your peer group or of your community that supported you? 自分のコミュニティや同僚の間で何か文化的な価値観とかサポートがあったでしょうか？ So, yeah, so please discuss, share your thoughts with, share your experiences with each other for about the next 15 minutes. というわけでですね、次の15分、自分の経験を再び仲間とシェアしてほしいと思います。And it can be the same groups. で、同じグループで大丈夫なので、皆さんお願いします。15分。耳だけの方だけで固まってたグループの方をちょっとばらけました。それ以外は同じです。では15分いってらっしゃい。はい、皆さんお帰りなさい。I see some smiles. I wonder what it was like to share
your experiences with others. 笑顔何人か見えるんだけれども、自分の経験を他の人とシェアするのは一体どんな体験だったでしょうか。And I'm jealous. I そし wish I て was. しています。 I could と hear, してい I ま could す。 hear your stories. All right, so I invite you to put in the chat or say out loud, who supported you to feel empowered? エンパワーメント、その力があるっていう感じを感じたときに誰が支えてくれたのか。 And feel free to put it in the chat or say it out loud. どうぞ、チャットに入れるか声に出して言ってもらえたらと思います。静香さん has her hands up. Okay. どうぞ静香さん。友達と両親と自然が助けてくれました。My friend, my parents, and the nature helped me, supported me. Wonderful. Yeah. Sweet. If you can think of in terms of systems, what systemic supports did you have? So シ systems ステム are について考えたときに、どんなシステム的なサポートがあったでしょ it could also be spiritual support, emotional support. う。スピリチュアルなサポートかもしれないし、感情的なサポートかもしれません。静香さん has her hands up. あ、これは違う。Sorry. It can be our connection with nature, with all of creation. That's a 大自 system. 然とのつながりや、創造物とのつながりかもしれません。Emotional supports can come from family and friends, people who know us and help us remember who we are. その感情的なサポートっていうのは家族とか友達とか、自分が誰であるかを思い出させてくれる人たちから来るかもしれません。Yes, unemployment insurance. 失業保険っていうのがシステムのサポートっていうのが書かれていました。There would, yes. So I had a pension. So when I could write my letter to the boss and to all my coworkers, because I knew I was going to get money after I quit, after I retired. 私には、退職金があったので、そのボスや同僚に、手紙を書くことができたんですね。お金がその引退した後でもお金があるっていうことが分かっていたので、それがやることができました。Yeah, in English we call it fuck you money. I don't 英 know how 語 to ではそれは translate that. くらえ金っていうふうに呼んだりします。ファックユーマニー。We can also, if we're part of huge social movements, we can also find our strength in the values of a social movement, of a peer group. I'm thinking of the young people in Iran right now, women. 社会的な活動に携わっていたらですね、例えばイランの女性たちのことを思い出すんですけれども、Women, liberty, what is it? Do you remember what it is? Women, life, freedom. 女性、生命、自由っていうやつですね。That is their slogan and the value, the emergent value. それが彼らのスローガンであり、そこに創発的に生まれた価値観であった。And so, without these kind of supports, it's very hard to speak up as individuals. そういうサポートがないとですね、個人として声を出すのが難しいわけです。So I want you, if you have some grief or mourning that you were not able to express yourself, I'd love for you to have. 自分で表現することができない悲しみや嘆きがあった場合ですね。I'd like for you to have compassion that if we're unsupported, it's very hard
to act, to enact our agency. で、私たちがそのサポートを受けていないと、その自分が持ってる、力を行動に移すっていうことが難しくなります。And so part of my intention is to talk about what makes an organization successful. で、自分が持っている意図の一部がですね、一体どんなことが組織を成功に導くか。What does a successful organization look like, and how does it feel to be in one? 成功している組織っていうのはどのような、見た目で、そこに属するということは一体どんな感じがするのか。And one very important element is to have allies within the organization. そしてとても重要な要素の一つがですね、その組織の中で、仲間がいるということ、味方がいるということ。Yeah, and allies is a fashionable word in English these days. It's で味方っていうのは英語で最近流行っている言葉なんだけれども、it's about receiving support from someone who has a different position than you. 自分と違う立場にいる人からサポートを受けるっていう意味です。So that someone can see that you're at a disadvantage in terms of the hierarchy. 誰かがですね、あなたがヒエラルキー的にその不利な場所にいるっていうこと。And they have the power to, like they're putting their attention on you. They believe in you and validate you, and so they're also supporting you with their position of power. 誰かが、不利な場所にいるっていうのを見てですね、そのあなたのことを、権力のある立場からサポートして応援してくれてるっていうことです。So I was once in a women's group, and the leader asked us, was there a man who has supported you to be a powerful woman? And we all started crying. で、女性のグループに参加したときに、そこで、出た問いとして、その男性であなたを応援してくれた人はいますかって聞いてくれて、そこで、そこにいた女性の人たちは泣き始めたんですね、全員。Yeah. And so yeah, I'm wondering what's coming up for people as they hear this. で、こういう話を聞きながら、みんなに、どんな、考えが浮かんできているかに興味があります。No. なほさんどうぞ。日本語で話して英語で話します。やっぱり英語で話してから日本語で話します。because it's scary. I speak English first and then I'm gonna speak in Japanese because it's scary to say. And because what you said was so excited and I love it. I mean, like your episode that when somebody is asked, like when the male people supports you, encourage you to feel power. And so in my screen, I can see females as long as males. And then by watching this situation and receiving this question as a female body, it's scary to express what I truly feeling or thinking. So I'm gonna say in Japanese. なんか日本語で言うのがちょっと怖かったから、英語で先に言ってみたっていうことをしました。ミカが言ったことを聞いて、すごくそれだみたいに思ったんだけど、あなたを勇気づけるような男性の存在がありましたかっていうのを聞いたときに。で、画面の中を見たら、男性も女性も同じぐらい、私 iPad で入ってるから全体は見えないんだけど、同じぐらいいるっていう画面を私は今見ていて、
で、それを見たときに、この女性の体に見える私っていうのが、もう画面の中に見えるんだけど、それで本当に自分が感じてること、考えてることっていうのを、この男性もいる中で言うっていうのは非常に難しいっていう、なんかそういうところにいます。これを言うのが結構ストレッチして言ったって感じです。Yeah, thank you. I'm complete. Thank you, Naho. Yeah, we develop our sense of self and our expectations about the world by how we're treated. 私たちは自分という感覚、そして世界に何を期待するかっていうのは、自分がどう扱われるかによってそういう感覚を育んでいきます。So if you have accumulated experiences of dismissal or humiliation, もしですね、無視されるとか、恥をかかされるなどの体験が、継続して、起こるとすると、then it's more likely we can get shut down if we don't have allies who can help us to feel powerful. 自分をパワフルに感じさせてくれる仲間がいないとですね、私たちは自分の中に閉じこもってしまいます。And thank you very much, Naho, for your expression of vulnerability. そして、ナホさん、無防備さの表現について感謝しています。Because we risk, when we speak up and tell the truth, then we're risking something. We're risking our comfort and safety. なぜかっていうと、私たちが声を出してですね、何かを、表現するっていうことは、リスク、危険を冒すわけなんですね。自分の無防備さを危険に冒している。So in a successful organization, what can we do to let people know it's safe to take these risks, to show themselves? なんで、成功する物事が反映している組織の中では、そういうリスクを取っても安全だっていうのを人々にどう知らせるか。And I think there has to be some awareness of the systemic violence that we've endured. で、そのためにはですね、私たちがみんな耐えてきた、システム的な暴力についての気づきが共有される必要があると思うんです。In so many activists or organizations, middle class people can take over. 多くの、その活動家や、組織の中ではですね、中流の人たちがそれを支配することがあります。Because we go to university and we're encouraged to speak and debate. みんな、大学に行ってるので、声を出して、そして議論する、訓練を受けてるわけですね。議論するように励まされている。So if we're not aware of classism in our organization, なんで自分の組織の中での階級っていうことについて意識がなかった場合、then we further marginalize people who have not gone to university, そうすると who haven't had the 大 opportunities 学 we に行って have. いない人、そういう機会がなかった人たちをさらに閉縁化することになってしまいます。And we lose out on their creativity and their perspective. そうすると彼らの創造性や彼らの視点を失ってしまうんですね。So I'd like to, take a break maybe for 5 minutes, and when we come back, we'll explore some of the core beliefs that can come from a system of being in hierarchy, social hierarchy. なんでですね、ここで5分ぐらい休憩をとって、その後にですね、コアビリーフ、核となる信念、そのヒエラルキーの中にいることによって身につけてしまった、そういう核となる信念、コアビリーフを見るっていうことをやっていきたいと思います。Okay, so back in at 45 in 5 minutes. では5分後、10時45分に再開したいと思います。Question that's in the chat. The question was, what was your last question? What kind of awareness is necessary in order for all the perspective within an organization would be acknowledged? Was that your last prompt? It's more like, it's like the more we're aware of systemic violence and the effects
of systemic violence? H さんの質問へのミカの答えなんですけれども、私たちがそのシステム的な暴力について気づきが増せば増すほど、then we'll be sensitized, we'll have more imagination about people's experience. 私たちはより繊細になったり、その人々の経験について、より想像力を持てるようになる。Yeah. And there's no way we can understand everyone's perspective. で、そして全員の視点を理解できるというのはまず不可能なんですけれども、But if we create structures like where we get to hear each other's stories, しかしですね、私たちがそのお互いの物語を聞くことができる、構造を作った場合、then I believe we'll be able to see all the barriers that keep us separate. 私たちはですね、お互いを分離してしまうすべてのバリアが見えるようになるんではないかと信じています。Does that answer your question? H さんの問いの答えになってますでしょうか。Yep. Okay. Yeah. So let's see, where are we going with this? I do some work with some indigenous organizations. 先住民族の組織でのワークを私はやるんですけれども、And in Canada, they have suffered attempted genocide. カナダではですね、彼らは大量虐殺の試みの被害に遭っています。先住民の方々は。And the intergenerational effects are massive. で、世代を超えた影響っていうのはものすごく大きいんですね。And yet there's so much diversity within the indigenous peoples of Canada. しかし、そのカナダの先住民の間でも、その多様性があります。And so a cultural practice they all share is the talking circle. で、彼らがですね、文化的に共有する、その儀式っていうのはトーキングサークルというものがあって、so that each person gets to speak from their perspective, and then the whole is more revealed. で、それぞれの人が自分の視点から語ることができる。それによって全体がより明らかになってくる。I'm kind of getting shy because I'm not hearing people's voices. みんなの声が聞けてないので、恥ずかしがりになっている自分に気づきます。Yeah. So, yeah. Is there anything here that's meaningful for people? ここまでに出てきたことでみんなにとって意味深いことありますか？ I see thumbs up. Okay, thanks. ほっとしてます。Okay. So then, thank you. So then I can talk about some core beliefs. Self-limiting. There's healthy core beliefs that affirm our life energy. コアビリーフについてお話ししたいと思います。コアビリーフの中にはですね、私たちの生命エネルギーに肯定的なものもあれば、And then there's core beliefs that are self-limiting. 私たちを制限するようなコアビリーフもあります。And it depends on how we've been treated. それは私たちがどのように扱われてきたかに、影響を受けています。And it depends on the culture of our home or of our school or of society. そしてそれは自分の育った家庭や学校や社会のその価値観とか文化によって決まります。So I guess I could share with you, let's see, so just personally, I am now in a position of freedom and privilege.
例えばですね、私個人はですね、今自分がいる立場っていうのは、自由で特権のある立場にいます。I retired early 早めに引退して、and I get to choose where I put my energy. 自分がどこにエネルギーを注ぐかを選ぶことができるんですね。My grandmothers never had this option. 私のおばあちゃんたちにはそういう選択肢はなかった。So right now I have the time to look at these core beliefs and try to shift them. なんで、たった今私にはこういうコアビリーフを見て、核となる信念を見てシフトするっていうことができます。シフトしようとすることが。And the more we're surrounded by warm community, the more we can heal these wounds. で、私たちが温かいコミュニティによって取り囲まれれば取り囲まれるほど、こういう傷を癒すことができるんです。So the time I felt most alone and powerless was when I was a young mother. 自分がですね、最も、孤独で力がないと感じた時っていうのは、自分が若い母親だった時、My spouse was alcoholic. 私の配偶者はアルコール依存症で、He was a political refugee 彼はですね、政治的な難民だったんです。from Guatemala. グアテマラからの。And he was suffering because he was in exile, not of his own choosing. 彼は苦しんでたんですね。なぜかというと、自分の選択ではない形で追放されていたので、surrounded by Canadians who didn't even know where Guatemala is. ガテマラがどこにあるかすら知らないカナダ人に囲まれていました。Yeah, it's just below Mexico. メキシコのすぐ、南なんですけどね。And well-meaning, friendly Canadians didn't know Guatemala's history of colonization. そして人の良い、カナダの人たちはですね、ガテマラの歴史、それが植民地化された歴史というのは全然知らなくて、or the political situation. それから、その政治的な状況というのも理解していなかった。And I remember him with a drink watching soccer, thinking, how the hell did I end up here? で彼のことを思い出すのがね、そのお酒を飲みながらサッカーを見てて、なんで俺はこんなとこにいるんだろうっていうふうに考えてるっていうのを光景を思い出すんです。And then anything I tried to do would not alleviate his suffering. そして私がどんなことをしたとしても彼の苦しみっていうのは和らがなかったのね。At 25 years old with a baby. 25歳で赤ん坊がいたんです、当時。So there's just so many, when I think about that time of my life, I think about the systemic factors that led to my powerlessness. で、人生のその時期のことを思い返すとですね、自分の無力感の、原因になったそのシステム的な要素っていうのを思い浮かべるわけですね。So I had no job. 仕事がなかった。And I was too scared to tell my parents what I was going through. で、自分の、どんな状況にいるかっていうのを両親に言うのがとても怖かったんです。あまりにも怖かった。Because they were immigrants and also vulnerable. They didn't know how to fully navigate a system. で、なぜかっていうと、私の両親も移民で無防備だったんですね。そのカナダのシステムの中でどうそのやりくりしたらいいかを彼ら自身が理解していなかった。And so some of the core beliefs I had, and then also my parents were children of wartime, like many of your parents and grandparents were. 私の両親はですね、戦時中に生まれた子供なわけなんです。皆さんの、ご両親や、おじいちゃん、おばあちゃんもそういう人たちが多いと思います。And so some of the core beliefs around power is 仕方がない、しょうがない。Like, what can we do? なんでパワーや権力にまつわるコアビリーフっていうのは仕方がない、しょうがない、何ができる、何もできないじゃないっていうものだった。We can't change the political situation. We can only focus on the family.
政治的な状況は変えられないので、私たちが唯一力が注げるのは家族だけだっていうふうになってしまう。And there was a fierce power, a protective power, and an energy behind that. There was so much strength in that. そしてその家族を守るっていうことについてものすごい強烈なパワーがあったんですね。そこにはとても大きな強さがあったわけです。But they didn't teach me that I could rock the boat. でもですね、彼らは私が船を揺らすことができる、体制に挑むことができるということは教えてくれなかった。Because how could they, as children during wartime, how could they feel that themselves? 戦時中の子供としてですね、彼ら自身がどうしてそういうことが感じられるでしょうか。Because the historical people during wartime were at the mercy of historical forces. なぜかというと、戦時中はですね、私たちはその歴史の流れに飲み込まれてしまっているので。And I think now in the force of capitalism, we're so, we're trying to figure out what can we do under this economic system. そして今私たちは資本主義の流れ、力の中でですね、このシステムに対して何ができるんだろうかっていうことを考えています。And so where am I going with it? So some of the core beliefs so what I'd like you to do is in your breakout rooms, think of some core beliefs, self-limiting core beliefs, things that you heard people say about power. で、皆さんにお願いしたいのがですね、小グループの中でそのコアビリーフや自分を制限するようなコアビリーフ、他の人がですね、権力やその力のあるものについてどんなことを言ってることを聞いてきたのか。Yeah, so maybe Shigeko, can I ask you for some examples in Japanese of a self-limiting core belief? しげこさん、日本語でそういう自分を制限するコアビリーフの例をいくつか挙げてもらえますか？It could be I'm too small, there's no help. なんか自分は小さすぎるとか、助けはやってこないとか。自分は何をやってもどうせ失敗するとか、私はどこに行っても、のけ者になるとか、あと、私は何をやってもダメだとか。And it could be about the world. You can't change the world. 世界についてかもしれないので、例えば世界は変えられないとかね。世界はひどいところで、私のことなんか気にかけてくれないとか。If this is too depressing, you can think of some healthy core beliefs. これあまりにも気分がめいるようだったら、健康なコアビリーフを考えてもいいですからね。I have a friend who had very loving parents. 私のお友達でね、ご両親がとても愛情深い人たちで、So she grew up believing that all conflicts are resolvable. 彼女はですね、そういう環境に生まれたので、すべての対立は解決可能だっていうふうに信じて育ったんです。And the rest of us just stared at her. でね、その話を聞いた残りの人たちは彼女のことを唖然として見返してたんですね。So, and you might be actively parenting and trying to instill positive core beliefs with your children. そしてですね、自分はその子供がいて、その子供たちにその健康的なコアビリーフを持ってもらいたいって、頑張ってるかもしれません。So, yeah, maybe we'll just give 10 minutes this time and just to come up with the statements. You don't have to say who said them or if they're yours, just some of the beliefs that limit our power. なんで、10分ぐらい時間を差し上げます。なんで、コアビリーフ、誰が言ったかとか、そういうことは話さなくていいので、そういうコアビリーフについて、自分が思いついたコアビリーフをシェアしてもらえたらと思います。Is there any questions? 何か質問ありますか？Okay, all right. So we'll see you in 10 minutes and then we'll come back and we can type them in the chat and then we'll give them empathy.
10分後に、再び戻ってきて、チャットにそれを打ち込んでもらえたら、その後そのコアビリーフに共感したいと思います。Thank you. では、ブレイクアウトを送ってもよろしいですかね。10分です。はい、どうぞ。はい、では、いってらっしゃい。Okay. It's thanks for coming back. 戻ってきてくれてありがと So I'm curious to hear what are some core beliefs around power that you heard or that you might have? Yeah. 興味があるので聞かせてもらいたいんだけれども、その権力にまつわるコアビリーフ、どんなものがありましたか？ And you can write them in the chat. チャットに書いてくれてもいいし。Core beliefs are ways to explain suffering. コアビリーフ、核となる信念っていうのは、その苦しみを説明する方法なんですね。I guess are negative or self-limiting core beliefs. 厳密には、自分を制限するようなコアビリーフはそういうものです。So if as a child, nothing we say or do impacts our parents, the people in power. 例えば子供としてですね、私たちが言ったりやったりすることが、親に影響を一切与えないとしたら、It's unbearable. られないわけですね。So then our minds will try to give us some relief by explaining the situation. そうすると私たちのマインドはその状況を進めることで安心させようとします。Okay. Cause and effect, a core belief. Oh, very interesting. 因果とはコアビリーフですかっていう問いが来てました。It can be if you cancel out the emotional experience. 感情的な経験をキャンセルしたら、それはコアビリーフになり得ます。So, I chose my spouse, so now I must stay with him no matter what. 例えば自分は自分の旦那を選んだので、どんなことが起こったとしても彼と一緒に続けねばならぬ。So it could be a belief that to be a good person, you must not leave. それはですね、いい人であるためには自分は去ってはならないっていう信念かもしれません。So we make up these stories to try to alleviate our pain. なんで、自分の苦しみを和らげるためにこういう物語を作るわけですね。Okay. Yeah. どうせ何も変わらない。I don't know what the second part says now. A huge, grand giving up. Oh, okay. Yeah. So that could be a way for us to lower our expectations in the world. それはですね、私たちがその世界に対して持っている期待を下げるための方法かもしれない。So that we can cope. 世界に対処できるために。So if we come to believe this about the world and about our power, なんで自分の世界やその権力について、自分のパワーについてそういうことを信じ始めたら、then we won't spend the energy to fight and we preserve our energy. 戦うためにエネルギーをかけなくてですね、エネルギーを温存しようとするわけです。And so these are tragic examples of our brains trying to help us. でこれらはですね、私たちの脳が私たちを手伝おうとすることについての悲劇的な例なんですね。Would someone be able to read し some げ of ち the ゃん訳 Japanese? してもらってもいい？
訳よりも読んでください。読んでもらって。了解です。ちょっとじゃあ頭の方から言ってみるね。私が悪い。私が諸悪の根源。由美子さん、どうせ何も変わらないそうだ、諦め。you just read it. それから、強い者が力を振るうときに誰も助けてくれない。出る杭は打たれる。Do you know this expression? The hammer, the nail that sticks out. Yeah. 悪いやつはやっつけるのだ。女の自分が何を言っても変化はない。長いものには、go ahead. That one in particular can be generational if we've. 今のやつは特にですね、世代を超えて、持ってる場合があります。長いものには巻かれろ。Do you know this? I don't know. When there is a like bigger one than you are, who have more power, and then you should like obey that. Yes. My friend who's Ukrainian has this very much as a family belief. 私のウクライナ人のお友達はですね、家族全体でこの長いものには巻かれろっていう信念を持っています。At the same time, you can have both positive and negative at the same time. ネガティブとポジティブなコアビリーフを同時に持つことができるんですね。So if there's no don't push back or you'll get killed can be one belief. 例えばですね、一つの信念として抵抗するのは殺されるぞっていうのが一つの信念だとして、And then you can have another belief. We have to fight for our own self-respect, for our own dignity. で、同時にですね、自分の尊厳のために戦わねばならぬっていう信念を持つことができる。And sometimes if someone expresses their pain with a negative core belief, で時々誰かがそのネガティブなコアビリーフとして自分の痛みを表現したら、somebody tries to comfort and tries to convince them of a positive. 別の人がですね、慰めようとしたり、そのポジティブなもので説得しようとしたりするんですね。But it becomes like this argument. And what I want to do now is give empathy to these expressions. そうすると言い争いになってしまうんだけれども、今どういうことをやりたいかというと、こういう表現に共感したいんです。So, okay. And so, if let's see, if people who know, if could make some needs guesses, if you can imagine someone saying a negative core belief, what do you think they're really wanting in their heart? Is there a specific core belief that you want empathy for? I guess anyone that you resonate with, pick one that you resonate with. どれかここに書かれているコアビリーフ一つ選んでですね、誰かがそのコアビリーフを言葉にしていたとしたら、そこにはどんなニーズがあるかっていうのを推測してもらえますか？ So if it's don't ask for help. Help will never come. 例えばですね、そのコアビリーフが助けを求めるのは絶対助けをやってこないっていうコアビリーフだったとしたら、What's the need there? そこにはどんなニーズがあるでしょう？ Yeah. And we're just guessing. This is an expression of pain. And I wonder if there's resignation and a longing for support. 推測しかないんだけれども、そこには諦めがあって、そしてその奥にはサポートへの憧れがあるかもしれない。I wonder if there's a need for self-protection. Like, don't expect help or you'll just get hurt. もしくは自分を守るっていうニーズがあるかもしれない。その助けを期待すると傷つくだけだからって。And so if you can pick one and just make a needs guess in the chat.
どれか一つコアビリーフ選んでですね、そのコアビリーフについてのニーズの推測をチャットでしてもらえたらと思います。じゃあ自分が選んだやつを書いて、それの推測を書くみたいな感じですかね。or anyone that you resonate with. 自分の、がそれを読んで自分がこれが響くなって思ったやつってことかな。それを書いて、それをの、ニーズの推測をする。Yeah. And I saw one, men are allowed to do whatever they want. Women are not allowed. For that one, I wonder if 例え there's ば男性は好き勝手できて、女は何もやっちゃいけないっていうものが見えたんだけれども、それについては、is that a need for equality? 平等さを必要としているだろうか。Is it for honoring all humans? すべての、人間を尊重することを必要としているだろうか。Is there a need for freedom and possibility? 自由や可能性を必要としているだろうか。Yeah. Please acknowledge and accept me. I am different. Is this hard to do? これ難しいですかね、皆さん。Does anybody need with one? 助けがいる人がいますか？ I think Naho raised her hand. Yeah, I speak in English first and speak in Japanese. And what captures me is it because it's core belief, then like I'm captured by negative core belief. Then so that it is a bit difficult for me to like support myself with do work by myself. And Okay. I talk in Japanese. 日本語で話します。私なんかさっきミカはヘルシーなやつを探求してもいいじゃんって言ったんだけど、痛い方のコアビリーフになんか引き込まれちゃって、でそうするとその痛い方のネガティブなコアビリーフの世界に突入しちゃったから、自分で自分をサポートする、自分で自分のニーズを探求するっていうのがちょっと難しいところにいますっていうのを今言いました。Thank you, Naho, for bringing. Yes, thank you. Like yes, it is hard to do to have empathy for these pained expressions. ナホさんありがとう。確かにその痛みのある表現っていうのは共感するの難しいですよね。Yeah. So maybe we need to back up and give ourselves empathy for hearing this from other people. What is it like to hear these core beliefs? What is it like to hear them in our own head and hear them from other people? 何歩か戻ってですね、それを聞くことによって自分がどう影響を受けたかということへの共感が必要かもしれません。そういうコアビリーフを自分の頭の中で聞いたことの影響への共感だとか、他の人がそれを言ったことで自分がどう影響を受けているかについての共感。And so maybe we can do some empathy guesses. Is there grief? Is there despair? なんで Is there mourning? 推測ができるかもしれない。そこには、深い悲しみや、絶望や嘆きがある。Is there acknowledgement for the suffering that people have experienced throughout history? その歴史を通じて人々が経験した、苦しみを認める必要があるだろうか。Is there sadness that this is the legacy that we might carry unconsciously in ourselves? これが私たちの中で無意識に抱え続ける遺産だということについての、悲しみがあるだろうか。Is there sadness that we might have passed it down to our children, even though we don't want them to believe these things?
子どもたちにそういうことを信じてほしくないのに、そういう遺産として子どもにそういう渡してしまった悲しみがあるだろうか。Do you want to live in a world where nobody believes these things? 誰もこういうことを信じない世界に生きたいだろうか。Do you want to live in a world where children are heard and we have curiosity about what they're thinking? 子どもたちの声が聞かれて、彼らがどんなことを考えているのか、好奇心がある世界に住みたいだろうか。Do you want to live in a world where it's safe to make mistakes? その間違えても安全だと感じる世界に住みたいだろうか。Do you want to live in a world where people get to experiment with decisions and they can get the resources to support their ideas? 人々がその意思決定で実験できる世界、そしてその実験したことによってサポートが得られる世界に住みたいだろうか。Yeah. And also, can you see I also see the beauty in some of these negative core beliefs. で、こういうネガティブなコアビリーフの一部には美しさが見えます。It's the human beings to cope. それは人間が対処しようとしているからなんですね。And what's sad if we had resources, if we had people to hear us, if we had understanding and space to feel and allowance to feel, then we could process these without getting stuck in the belief system. で、これらを感じてプロセスするゆとりがあったらですね、その場で、立ち止まらずに、先に進めるようになるんです。Yeah. I'm sorry, I'm not catching all the. Can you read out some of the ones in Japanese again? Sure. Can be the last couple of ones. Okay. 後半のやつ、共感とともに出てるやつ読んだらいいんじゃないか。そうそう、今ちょっと探している。歯向かったら内首獄門のニーズは対等であること、尊厳、尊重。それから、人の輪を乱してはいけない。共感、調和、平和、安心、安全が大丈夫でしょうか。から、どうせ何も変わらないの後ろには希望のニーズがあるでしょう。それから、人の輪を乱してはいけない。含まれること、自己表現、創造性、進化の承認、生活の維持。で、同じどうせか何も変わらないに、自己効力感、希望、共感、自己表現から、それが決まっているから、安全、理解してもらう、秩序、目的、嫌だと言ったら殺される、身体的安全、精神的安全、守ること、聞かれることへの憧れがあるのかな。から最後に、母親という立場で自分がやりたいことをやるのが難しい。これは自由、平等、心身の健康、生き生きさ、自分らしくあること。Thank you, everybody. That's beautiful. I loved hearing those empathy guesses. どうもありがとう。とても美しい共感的な推測聞けて嬉しかったです。Okay, we have 1 hour left, so I'd like to take another 5-minute break. あと1時間残ってるので、再び5分間休憩取りたいと思います。Maybe over the break, after the break, I'm going to ask you, when you feel powerless, how do you view leadership? で、その共感の
休憩の後でですね、皆さんに聞きたい問いとして、自分はリーダーシップをどのように見ているか。It could be, yeah, and then we're going to talk about supportive leadership in the last hour. で、最後の1時間でサポーティブリーダーシップ、サポートするリーダーシップっていうことについて話をしたいと思います。And what kind of support do leaders need? で、リーダーはどのようなサポートを必要としているのか。How can we create a healthy model of leadership? リーダーシップの健康的なモデルをどういうふうに作ることができるのか。Some of us are too scared to lead because we could get shot down. 私たちの一部はですね、そのリーダーとして、人を導くことが怖いんですね。なぜかというと、自分が攻撃を受けるから。So that's what we're going to brainstorm when we come back. なんで戻ってきたら、それについてブレインストーミングをしたいと思います。Okay, じゃあ5分で。Okay, so if we let's see, if you have empathy buddies, if there is a core belief that that's hard to give empathy to, I wonder if you can bring it to a group, NVC group, or to a friend, and get some empathy for that expression of pain. もしですね、共感するのが難しいコアビリーフを持っていたら、その NVC のグループとか、NVC を一緒にやってる仲間のところにもらっていてですね、その痛みの表現への共感をもらってほしいと思います。So you can get empathy first for hearing. What's it like to hear this? まず最初にそれを聞いたことについての影響への共感。And then once you have empathy for yourself, then you can try an empathy guess for that expression. まず最初に自分への共感をした後でですね、そのコアビリーフ自体への共感を試みることができます。So my grandmother said marriage is hell, and she would just say 地獄だ, and she would repeat this over and over. 私のおばあちゃんがですね、結婚は地獄だって何度も繰り返したんです。So the empathy for that is, did she want freedom? Did she want play? Did she want joy? それへの共感はですね、彼女は自由を望んでいたんだろうか、遊びを望んでいたんだろうか、喜びを望んでいたんだろうか。And yeah, so we can only guess out when we have enough self-empathy ourselves. 私たち自身がその自己共感、自分への共感があって初めて、外の人への共感ができます。Okay, so if we have these core beliefs that are negative, then if we feel powerless ourselves, then how do we feel about leadership? そのネガティブなコアビリーフを持っていてですね、私たち自身がそのパワーレス、力を持ってないって感じていたときに、リーダーシップについてどういうふうに思うでしょうか。So with the last with COP27, 最後のですね、最近の COP27 という環境についての国際会議がありましたが、there's no resolution about stopping fossil fuel production. その化石燃料の製造についての解決策っていうのが一切何もなかったんですね。So we could get angry. なんで We could be feeling anger. 怒りを感じることができます。We could feel despair. 絶望を感じることもできます。We might feel like giving up. 諦めたいっていう気持ちが湧いてくるかもしれません。We might be waiting for leadership to act. そのリーダーが行動を起こすことを待ってるかもしれません。And what I heard about in the face of climate change, what helps で、気候変動の場合、何が役に立つかっていう話を聞いたんですが、is if we find one thing that we can do ourselves.
私たち自身ができることを何か一つ見つけることが役に立つと聞いています。so that we can feel that sense of agency. 自分自身がその力を持ってるっていうことを感じられるように、Without that one thing, we're coping. その一つのことすらないと、その状況に対処しているだけ、コーピングしてしまう。Let's see, where am I want to go with that? We could be living lives of living with quiet desperation. 静かな悲壮感の中に生き続けるかもしれません。Yearning for inspiration and yearning for inspired leadership. そのインスピレーションを持ったリーダーシップに憧れながら、And we might, and so what I'm wanting to do is for us to think about what would support our own leadership in our lives. なんで何について考えたいかっていうと、私たち自身のリーダーシップのサポートになるものはどんなものなのか。Yeah, and we can ask people, we can put our requests out there. そしてそれを人に聞いたり、人にリクエストすることができるんですね。So we can get empathy for our feelings and needs. 私たち自身の感情やニーズについて共感をもらうことができます。And we can also get reflections. We can practice think and listen. そして私たち自身がですね、自分を振り返ること、自分に振り返って考えるっていうことを実践することができます。So if it would support us to think our own thoughts and to access our own agency. なんで、もし私たちが自分の考えを考えて、自分の選択権をアクセスできることができたならば、And we can ask our friends to just tell us back what they heard. そしたら、お友達にですね、私ちょっと話すからどんなことが聞こえたか、ただ伝え返してもらえるってお願いすることができます。We can create circles where we're hearing each other. 私たちがお互いを聞き合う輪を作ることもできるんですね。So yeah, I would love to hear any ideas you have about that. Probably some of you do this a lot. 多分皆さんの中でですね、これをたくさんやってる人はいると思うんです。And so I would love to hear the practices that support you and support your creativity. なんで皆さん自身のサポートになる、自分自身の創造性のサポートになるためにどんなことをしているかっていうのを聞かせてもらえたらと思います。Because we create expectations about the world depending on how we're treated. なぜかっていうと、私たちはどう扱われるかによって、その世界への期待を作り出すので、So if we're heard with curiosity and non-judgment, なんでもし私たちが好奇心を持って批判のないあり方で聞いてもらえたならば、then we can learn to trust our own thinking. 私たちは自分自身の考えを信頼できることを学びます。Yeah. Anyways, that's the kind of world I want to live in. 少なくともそういう世界に自分が生きたいと思っています。Yeah, I'm sure some of you are teachers and have done this with your students. 皆さんの中にはその教える立場にいて生徒に対してこういうことをしたことがある人もいると思います。And sometimes some of us might have children and we want the younger generation to fight to save the planet. そして私たちの中にはその子供がいてですね、より若い世代にこの星を救ってほしいと願っている人もいるかもしれません。But they will resent our urgency unless they see us fighting too. でもですね、彼らは私たちの緊急性を憎むと思うんです。私たちも並んで戦っている姿を見ない限りは。Anyways, I think I'm just saying things you already know.
なんかもうみんながすでに知ってることをただ言ってるような気がしています。Yeah. So, okay. So in breakout groups, I would like you to think to share your experience. Do you have an experience of thoughtful leadership? 小グループでですね、皆さんの自分自身の経験をシェアしてほしいんですけれども、思慮深いリーダーシップを経験したことがありますでしょうか？ If yes, what did it feel like? もしあるならば、そういうリーダーシップを経験するのどんな感じがしましたか？ Is there something a leader did that inspired you? リーダーがやったことの何かがあなたをインスパイアしたでしょうか？ And if you don't have an example, what do you wish they would do? もしそういう例が思いつかなかったらですね、彼らはどんなことしてくれたらよかったのにって思いますか？ So in my workplace, the staff meetings, no one asked for people's input. 私の職場ではですね、スタッフミーティングで誰も意見を求めなかったんです。Boss just told us what they wanted to tell us. 私がただ望むことを伝えただけ。So thank you. Thank you, Sakurako. So the instructions are there. So maybe 桜子 15 手紙を minutes? 書いてくれてありがとう。15分ぐらいかな。はい、15分 OK です。では、ブレイクアウトルーム回します。いってらっしゃい。So thank you for staying with us in this third hour. この3時間目まで残って共にいてくれてありがと I want to acknowledge you. You all have busy lives and meaningful things to do. So I'm very grateful for your company. う。みんなとっても忙しい人生を生きていて、すごい有意義なことがあるのに一緒に続けてくれていることをありがたく思っています。And I'm mourning the unequalness. And I long to know more about you. 不均衡さを嘆いています。なぜかというと、私がずっと喋っていて、みんなのことについていと思えるから。So would anyone like to share some insights? What are the elements of thoughtful leadership? And 気づきをシェアしてくださりたい方が、思慮深いリーダーシップはどんな要素があるでしょうか？ and how do you know when an organization is successful? そして組織が栄えているとき、成功しているときっていうのはどうやってわかるでしょ Because we can't do social change by ourselves. う？なぜかと We いうと、 need to belong. 自分一人で社会を変えることはできないんです。We need to belong to and work in organizations to affect change. お互いに帰属して、その組織立つこと、変化を生み出すために組織立つことが重要なので、組織に属することが必要です。We need to create culture that will shift things. 物事を変化させる文化を生み出す必要があります。Yes, thank you. Leaders take turns and try to maintain safety of each one. リーダーたちが順番に、私たちの安全を確保しようとしてくれる。タカさんが言っています。And maybe not at the expense of their own well-being so that they don't sacrifice themselves. そしてリーダーが自分を犠牲にしてそれをやらないこと。So a successful organization would have supports for the leader. 栄えている、その組織っていうのは、リーダーへのサポートがある。Oh, this is awesome. Shigeko, could you read the Japanese for me? 桜子 wrote チェアパワーの違いからどんな影響がそれぞれに起こっているかについて違いがあるだろうことに自覚がある。その声を聞くことに対してオープンであることや、それらをグループで聞くことにどんなに意味があるかを場に表れる。Oh, wow. That's awesome. I love that. That's great. はい、素晴らしい、素敵です。
and a leader who believes in the resourcefulness of people of human beings. そして人間の創造性とか、いかにできるかと信じているリー So they don't take on the problem solving themselves, but change the creativity of the 問題 group. 解決を一人で背負おうとしないで、そのグループの創造性を働かせようとする。And decentralized autonomous organization. It's interesting. 自立分散型組織、興味深いですね。In NVC, in the assessment group that I belong to, we're trying to do 360-degree feedback. 自分が属する NVC のその評価するグループの中では、360度フィードバックっていうのをやろうとしています。But it's very difficult because people are not risking their honesty. でもとても難しいんです。なぜかっていうと、人々はその自分の無防備さをリスクにさらそうとしないので。Because we haven't built up enough trust that people can. その人々が自分のフィードバックを差し出して罰せられない信頼を生むのが難しいします。So even in the NVC world, we're carrying these traumas of systemic violence from the past. NVC の世界でもですね、そのシステム的な暴力、過去からのシステム的な暴力を抱えています。I wanted to share one story. I was in one group, and one woman, she was African American. ある物語をシェアしたいんですけれども、私が属していたグループで、ある女性はアフリカ系アメリカ人だったんです。And I had the sense she did not like me. で、感覚として彼女は私を嫌っていたんじゃないかって感じがしたのね。Because I would try to facilitate a meeting, and she would do jokes or undermine me or interrupt me. なぜかっていうと、私はミーティングをファシリテーションしようとすると、彼女は冗談を言ったり、邪魔をしたりしたんです。And I was too triggered to ask her for her feedback. で、私はですね、あまりにもトリガーされていて、彼女のフィードバックを聞くことができませんでした。求めることができませんでした。And so I was trying to give her empathy, silent empathy. で、私は彼女に静かな共感をしようと思ってたんです。And I checked it out with her. で、後で彼女に確認しました。I asked, is there something about the way I'm speaking that bothers you? 私の喋り方何かがあなたを気に障らせているだろうか。And I wonder if there's something about my past of behavior that are, what did I say? I wonder if you can notice the assimilation in my behavior. で、私の、その振る舞いの中で何かその気に障るものがあるか。Yeah, do you pick up the assimilation to a white middle class norm, heterosexist norm? 私の振る舞いの何かが、その標準となっている、白人の、普通の人に同化してしまっているように見えているだろうか。Or like a feminine kind of norm that I learned. It's not natural to me. 私にとって自然ではない、その女性としての期待に応えてしまっているだろうか。And she said, yes, it creeps her out. で、彼女はそれに対して、そうよ、気色悪いのよって答えたんです。Because she said, because she could not assimilate to that norm, she was punished for it.
彼女自身がその基準に同化することができなかったので、彼女自身が罰せられた。time and time and time again. 何度も何度も何度も。So she said, it's scary and disgusting to see me, to not be able to feel who I really am. なんで、ミカが本当はどういう人なのかっていうのを感じられないことが怖くて気色悪いって言ったんですね。And that was a huge learning for me. それは私にとって大きな学びでした。Because it was things that I was blind to. 私自身が見えなかったものなんです。Because as a small child and a girl, I learned how to be likable in order to survive. でなぜかっていう小さな子供として女の子として自分が生存するためにどうやったら人に好かれるかっていうことを学びました。And this person smelled it on me. で、その相手はですね、それを私の中に嗅ぎつけたんです。So this was very humbling experience of leadership needing feedback. これは私にとって、リーダーシップはフィードバックを必要とするっていう謙虚になるような体験でした。And it's a struggle. It's not easy. そしてそれは簡単ではなかった。とても葛藤をもたらすものでした。People get uncomfortable around feedback and challenges to power. 人々はですね、フィードバックやそのパワーに挑戦するっていうことが心地よくないんです。So even if they look like they're accepting it, they might retaliate some behind your back. なんで受け入れているように見えたとしても、あなたの、背中の裏で、その反撃しているかもしれない。So this is a form of, sometimes it's called lateral violence. これは時々ですね、水平の暴力って呼ばれることがあります。So in the indigenous organizations I work with, they talk about this. で、私が共に働きかけているその先住民の組織ではこの話題をよく話します。So the oppression, the violence comes from above to down below. 暴力や迫害っていうのは上から下に向かって降りてくるわけです。But if you're the bottom layer of society, then the violence goes sideways. でももしあなたがですね、その社会の底辺にいるならば、その暴力は横に伝わっていきます。And so this is, I think it's part of hierarchies if we're not careful. これはですね、私たちが気をつけないと、ヒエラルキー自体が持っている性質だと私は思っています。And we need safe places to talk about it. で、そういうことについて話せる安全が必要になります。And these are places of trauma. こういう場所はね、トラウマの場所でもあるんです。And betrayal. そして裏切りの場所でもあります。So if we can, if we can acknowledge that these kind of things happen, and if we can have agreements on how to hold these conversations, I think it makes for stronger connections. で、こういうことが起こるっていうことを認められて、こういうことについて話すことができると、より強いつながりが生まれると思っています。So I'm not an expert in any of this. これらについての専門家では私はありません。I've been watching how power works from probably probably a low rank. I watch how power works. 多分ですね、低いランク、低い立場から、権力がどのように働くかっていうのを観察してきました。Like our children can point out when we're not acting in integrity. 私たちの子供はですね、私たち自身がその一貫性を持って行動を起きてないときには指摘してくれます。Because they're watching our behavior. なぜかというと、彼らは私たちの振る舞いをずっと観察しているから。What's my point here? Yeah, so anyways, I want to just leave you with a sense of your own curiosity about what would make an organization more successful, more sustainable, more enjoyable for you.
最後に皆さんに残したいのがね、好奇心を残したいんです。一体どんなことが、組織や人の集団をより栄えること、より成功させることに導くのか、自分にとってどういう要素が居心地よいものにさせてくれるのか。And if you can find supports, buddies to help you hear your own thinking. そして自分の考えを自分で聞くお手伝いをしてくれる仲間が見つけられたら。Yeah, I think we're coming to an end here. だんだん終わりが近づいてきてると思うんだけどね。And I wonder if there's a question you have for yourself that you would like to explore. 皆さんの中で、探求したい質問がありますでしょうか。And also think about what requests you can make of people what kind of support can you request of others? あと、人々に、どんなリクエストができるかっていうのも想像してみてください。There's a comment Mhm. I translated. Okay. I think he has a very troubled life. Okay. So here, yeah. So do you want to read it in Japanese so people know what we're referring to? H さんのやつですよね。うんはい。悩みを告白。グループの中に自己中心的な心地よさだけを求め、損得基準しかないように見える人物がいて、未だに解決できない。散々人生を過ごしてきた方だと思う。Yeah. So first of all, if you sense that you're hitting your capacity, まず第一にね、自分がその限界に到達している感じがしたら、then you can use empathy from other people 他の人からまず共感をもらってほしいと思います。 about your own triggers. 自分がその出来事によっていかにその触発されているのか、トリガーを受けているのか。Because we want to, because if we're overwhelmed, we want to classify people so that we can have relief. 私たちが圧倒されてしまっているときにね、自分がその安らぐために人を分類したくなってしまうんです。And it becomes a question of control rather than dialogue. そうすると対話の代わりにいかにコントロールするかっていう話になってしまいます。And yet we're human beings. We have our limits. ただしかし私たちは人間で、私たち自身限界を持ってます。Here I'm thinking about NVC, that it's not just about empathy, it's also about honesty. ここではその NVC 的に共感だけでなくて正直さについても考えていてね、私。And how can you communicate your needs so that it's held just as equally and precious as the other person? どうやってその相手の人と同じぐらい自分自身のニーズを大切なものとして扱うことができるのか。We can practice with our empathy, with our friends. そして、友達との間でそういう練習や実践をすることができます。We can invite the other person to partnership. Like, I hear your needs, here are my needs. How do we meet together? I 相 need 手の your 人をですね、パートナーシップにお誘いすることができるんですね。私にはこういうニーズがあって、あなたにはそういうニーズがあって、どうやったら協力でだろうか。And if they can't handle it, they'll go away. で、そして相手がそれに対処しきれなかったら、相手はただ去っていくでしょ But you've opened the invitation to partnership. う。少なくともパートナーシップへのお誘いをあなたは開いた。
sometimes we have our limits and we can't do more partnership. 時々私たち自身に限界があって、それ以上パートナーシップができないこともあります。So how do we communicate our own vulnerability, our own human limits and our mourning? そういう時にどうやって私たち自身の無防備さや、限界、そして私たち自身の嘆きを表現できるのか。Because if they keep expecting us to solve it for them, then we're a strategy. We're not a human being for なぜ them. かというと、もし彼ら相手がですね、常に私たちにその問題を解決することを期待し続けたら、もはや私たちは人間ではなくなってしまい、単なる手段になってしまいます。So that's what I can say is find people you can practice with. なんで私が言えるのはそういうことで、自分が共に実践できる仲間を見つけてほしいということ。I hope is that okay, H さん? Is that H さんお役に立ってますでしょうか。Thank you, everybody, for your time. And I think there's a few announcements. 皆さん、お時間ありがとうございます。いくつか、事務連絡があると思うんですけれども、事務連絡です。今回のミカのセッションの、アンケートがあります。もし、ご協力いただけるならば、今日のセッションの感想を、送っていただけたら、ミカの方に翻訳して、お送りしたいと思います。あと、今回のセッション、ドネーション制でもし、気が向いたら、やりたくなかったら絶対やらなくてもいいんですけれども、ドネーションを受け付けております。あと、この、シリーズの続きで、この後、ロクシーとクリスティンのセッションがありまして、皆さん自身ぜひ参加してくださったら嬉しいですし、あと興味がありそうな人がいましたら、拡散してもらえたらすごい嬉しいです。しげちゃんや、ソフィアや、桜子何か他にありますか？アナウンスはとりあえどうぞどうぞどうぞ。ごめんなさい。次のイベントのページをチャット欄に貼っておきます。そこにドネーションの振り込み先も書いてあるのでご覧ください。以上です。アナウンスじゃないんだけど、今回、まずスフィアが、割と最後の方にお願いをしたんだけど、このリンクを貸してくれて、今日本当にややこしいテックサポートを一手に引き受けてくれたこと、すごい大きな感謝をしています。どうもありがとう。桜子とケンさんと、私自身にも、このイベントを、こうやってミカに来てもらってみんなと話ができる状態に、するためにいろんなことをしたってことを自分も名前に入れようなと思って、感謝したいと思います。あと、弥生さんに匿名をお願いして応援してもらったことも感謝しています。ありがとうございます。もちろん、ミカさんにもわざわざ今日来てくださって、セッションしてくれてありがとうっていうのがあります。It's really my honor. It's both 両親は2人とも亡くなってして、今度日本人の友達どうやって how can I stay connected to my culture? これからどうやって自分の文化につながれるか本当に心配してましたので、そして I'm really fed by all of your by your presence and your curiosity and your engagement. I mean, my soul is fed on a very deep level. So thank you very much. みんなの好奇心とここに来てくれたことによって私はすごい育まれて満たされていて、皆さんの好奇心にもね、私の魂が今すごい満たされています。どうもありがとう。And I wish I was just one of you and not speaking in front of you. で、自分がみんなの一員としていられたらいいのにな、みんなに対して話をするんじゃなくて一員として話せたらなって思っています。I hope to go to Japan one day again
to see you in person. またいつか、その日本に、実際に行って、個人的に会えたらと思っています。しげちゃん、お誘いするの来れるか。はい。あとですね、さっき休み時間にミカと話してて、いやもう、ミカが私が一人で喋ってるのはどうも居心地が悪いって言ってて、で、なんでかなって聞いたら、なんていうの、相互性実はみんなが、素敵なものを持っていて、みんながいろんなことが表現できるっていう、そういうことが起こってほしいからなんだねってことに気がついたんだけども、それでもし時間があって、この後残れる人がいたら、ぜひですね、その相互性のために、行き来ができるために、なんかこのセッションで感じたこととか、それこそフィードバックとか、感想とか学んだこととか、そういうようなことを話してやり取りができる、そういう人がいたら、ぜひ残ってもらえたらと思います。まあ、一旦閉じて録画止めますかね。はい。というわけで、一旦閉じるので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。